はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやー、皆さん、ワールドカップ見てますか？いやー、初戦の日本対オランダ戦、すごかったですね。オランダ相手に2対2の同点。もうすっかり日本もサッカーは強豪国になりましたね。ワールドカップ早朝の試合が多いんでね、最近は寝不足が続いてるんですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？はい。ということで、今回もですね、引き続きこの古民家2階寝室のね、DIY を進めていきたいと思います。で、前回がこの寝室、床にね、フロアタイルを貼りまして、ご覧のようにね、シックな空間になりました。いやー、本当にね、我ながらいい床材選んだなと思ってます。というような感じで、この2階寝室、着々とね、内装が進んでおります。ということで、今回なんですけど、僕が今いるこのちょうど後ろ、ね、この面に僕はね、ベッドを配置しようと思ってまして、今回はそのベッド裏に腰壁を作りたいと思います。要はその腰壁がベッドのセイタにもなるし、で、その腰壁の上の部分には幅15センチぐらいのね、台をつけて物を置けるようにもしようと思ってます。説明をこれぐらいにして、もう早速ね、作っていきたいと思います。ということで、今回も頑張っていくで。やっていくで。よいしょ。オッケー。ほんならまず、ベッドのセイタとなるこのカフェ板材ね、これを塗装前にサンダー掛けしていきたいと思います。サンダー掛けがいけましたということで、次はね、塗装していきたいと思います。このカフェ板の色なんですけど、こちらですよ、こちら。自然塗料いろはのね、香炉で、これで、塗装したいと思います。寝室の大黒柱や梁を塗装した色ですね。これがね、僕は品があってすごい好きな色なんですよ。よいしょ。オッケーオッケー。これですよ、これ。いや、これを吹き上げていきます。これ。吹いた時のこの、やば。超上品な色。いや、マジでいい色ですね。よっしゃー。オッケーオッケー。めっちゃいい色。よっしゃー。オッケー。よっしゃー。ほんなら、カフェ板のね、塗装が乾くのを待ってる間に、腰壁の下地組んでいきたいと思います。今回ね、ベッド裏だけじゃなくて、もうこの一面、端から端まで腰壁作ってしまおうと思ってます。よいしょ。やっていくね。ちょっとね、材をカットするときは、この上汚したくないので、向こうの方で切ってきます。オッケー。
もう一本ここに45角打ち付けます。よし、 OK。 しゃ。よっしゃ。結構よし、枠が組めたんで、次は間に柱立てていきましょう。15寸ピッチで立てていこうか。よし、じゃあ OKOK ついた。はい、ということでね、無事ここ柱間入ったんですけど、今この状態やとご覧のようにですね、ほらブヨンブヨンしてるんですよ。これやとセイタとして寄りかかった時にブヨンブヨンしちゃうんで、この間に木をかませてね、補強していきたいと思います。オッケーオッケー。これだけでもだいぶがっちりしたけど、これね、間も入れていきましょう。しゃ、もうガッチガチに組めました。ってことで、こっからね、カフェ板いよいよ貼っていきましょう。まずはね、このペン板からやっていこうかな。よし。OK。まずはこれを、適した幅、そして長さにね、カットしていきたいと思います。ならね、円盤乗せていきたいと思います。まあ一応ね、ビスで留めるんですけど、ボンドもね、つけておきたいと思います。まあ、ボンドはもう点付けでいいでしょう。よっこらせと。完璧だな。どうだ。よっしゃ、オッケー。ほんなら下からビスね、留めていきましょう。この長さ65ぐらいのビスやったら貫通することなくちょうどいいところぐらい止まってくれるんで、長さ65のビスで留めていきます。よっしゃ。来たね。天板つきました。ちょっと我が家の畑で事件発生です。これ見てください。
きゅうり。これ絶対何回食べられた後よね。なんやろ、アナグマ、タヌキ。これ結構食べられてますよね。うまかったんかな。これでうまいってなったらまた食べに来よるしな。それは困るよ。まあ何はともあれね、うちの畑もう超順調に育ってますよ。もうここ連日のね、この雨でもう全然水やる必要ないです。もう成長も半端じゃない。きゅうりこれすごいよ。待って、どでかいのできてるやん。しかも2つ。待って、今朝なかったと思うんやけど、ちょっと目離したらね、一気にでかなりますからね。はい。ほんで、シシトが相変わらずね、もうこっちの一つの方はもうこれダメですね。でももう片方の方は超元気に育ってます。で、お次こちらピーマンなんですけど、視聴者さんから最初にできた実は極力ね早く取ってしまった方が木にあんまりねダメージ与えなくて済むよっていうねアドバイスをいただいたんで、まだ小ぶりではあったんですけど実ちょっと収穫しました。はい。で、あれからもね他にたくさんもう実つけ始めてて順調ですよ。いいね。はい、お次こちら枝豆。見て、もう枝豆なり始めてます。すごいよ。ほら、こっちなんかめっちゃ豊作。ナスもでかなったね。めっちゃでかなった。ほんでシソがえげつないぐらいもうなってます。シソはねいろいろお料理にも使ったり、あとはきゅうりの浅漬けするときにね一緒にシソをね入れたりもして消費してるんですけど、ちょっと追いつかないです、消費が。えげつない。はい、お次こちらモロヘイヤがちょっとどうですか？なんか盛り返してきた感じするよね。モロヘイヤに関してはねまだちょっと希望を捨てずに引き続き育ててみたいと思います。で、バジルに関しては植えたものの消費方法に困ってますって前回の動画で言ったら、たくさんの視聴者さんがジェノベーゼソースにして消費したらいいよって教えてくださったんで、次回はですねジェノベーゼソースを使ったお料理動画をねお届けしたいと思っています。なのでねそれ楽しみにしとってください。はい。お次ズッキーニ、ちょっとやばすぎる。ほんまに横に広がりすぎやて。いやいいよ順調ですよ。黄色もかなりなってるね。緑、これなんか結構いいぐらいやね。明日になったらこれ多分いい具合の大きさになってると思います。はい、こんな感じでねまあ順調に育ってます。でもうちの野菜をね盗み食いする不届き者がおることだけが気になりますね。これはねしっかり証拠品として押収させてもらいます。これほんでこっちのプランターの方もね順調です。見てください、とうとうトマトプルルンの方色つけ始めました。やばい、めっちゃ嬉しい。てかかわいい。やばい、マジで楽しいなトマト。こっちのアマタンの方もこれもちょっともう色変わり始めてるよ若干。てかアマタン実大きいね。めっちゃいいやん。ほんでこっちのエ菜もすごいですよ。特にこの水耕栽培の方見てください。めっちゃ背高なってるもん。もうこれも収穫できますね。でも密集具合で言うとやっぱりこっちのねプランターの方ですよ。量が違いすぎる。すごい。はい、というような感じで、今週もね畑は順調でございます。よかせた。これさっきカットした下段一旦当ててみますね。これがこうなりまして、ここのこの柱、ここが継ぎ手になるわけですよ。こうとこういう感じ。いいね。一番下段はどうしてもねこう幅が狭くなっちゃうんですけど、帳尻合わすためしゃあないですね。
ほんで、2段目は継ぎ手変えます。要は千鳥針にしていくっていうことですね。2段目の継ぎ手はここにします。で、3段目またこう、4段目こうみたいな。偶数と奇数で継ぎ手が変わるっていうことですね。2段目はこっちが長手です。こうなって、こうと。こんな感じでずっといくと。いいんじゃない？めっちゃいいと思うよ。一応、ここの小口のとこ塗っといた方がいいよね。ちょっとした隙間から白木が見えたら嫌ですもんね。塗っときます。こっちも塗っておきましょう。OK。で、これはここの目覚めの部分を、スリムビスでこう留めていく感じなんですけど、プラスアルファでボンドも裏つけようか。この裏の部分だけ点付けでトントントンとトン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 と、一応下もくっつけとこうか。よっしゃ、ドンと。 OK。 ここ斜めからよしよし、いいやん。よし、これやっぱり切り穴開けた方がいいな。切り穴開けずにねビス打ち込むとこう切りが割れてね盛り上がってきたりするんですよ。そうすると次の段乗せた時にカタカタするんですよね、そこが。よっしゃ、 OK。オッケー、よしよしよし、これで1段目いけましたよ。よっしゃ、ちょっとホコリがあったらね、それが片付きの原因になるんでしっかり取っておきます。OK、 2列目完了。よし、OK。無事ね、5段目まで着きました。いい感じやと思います。で、6段目に関してなんですけど、あえてこれまだ塗装してない理由もここにあるんですけど、ちょっと見てくださいね。こう乗せますと、ね。最後、この上の部分に関しては、この斜めからこう止めれないじゃないですか。だから、どうしても正面から止めるしかないんですよ。止め方としては、いつものダボ埋め作戦ですよ。少しドリルで穴を開けて、そこに、ビスを揉み込んで、最後ダボで表面を隠すみたいな。で、ダボ埋めした後に、最後塗装をする作戦でいきたいと思います。よっしゃ、それでいこう。よっしゃ。OK。
OK。よし。OK。完璧や。いいね。よし、ほんならダボ穴をね、このダボで埋めていきたいと思います。OK。よし。ほんならこの出っ張ったね、ダボをカットしていくんですけど、今まではですね、この普通の木工用の手のこでね、切ってたんですけど、これやったら、どうも表面毎回傷つくなと思ってたんですけど、ちゃんとね、ダボをカットする用のノコがあるみたいです。で、それをこの度、視聴者さんがね、ダボ切り細工用のノコをね、送ってくださいました。こう見たらわかるんですけど、こんな感じでね、切り口綺麗、あさりなしって書いてるでしょ。あさりなしっていうのが、要は木部の表面を傷つけずにカットできるノコのことなんですよ。そりゃこれで切ってたら傷つくわなって感じですね。ちゃんとダボ切り用のがあるんですよ。いやー、こんなもん知らんかったな、ほんまに。近くで見るとこんな感じで。結構ね、これペラペラで薄くて、ほら、しなるんですよ。だから、これ平面にこう、沿わせやすいですよね。あ、いいね。ちょっと早速カットしてみます。うえ、すごい。全く傷つかずにカットできた。すごい。なんとな。しかも、やっぱりこう刃がめっちゃしなるから、平面にペタって当てやすいね。最高。うわー、すげえ。よっしゃ。OK。完璧。先生。はい、ということでね、無事、ベッド裏の腰壁、セイタですね、が完成しました。やったー。いや、どうですか？やっぱりね、カフェ板を使ったことで重厚感があると言いますか、こう結構インパクトの強い腰壁になったんちゃうかなと思います。いや今回ね、ベッドのセイタを作るにあたっていろんなデザインをね、インターネットを見て研究したんですよ。で、最初はいっぱいね、縦ストライプが入ったようなちょっとホテルチックな感じのにしようかなとも考えたんですけど、でもそれは時間、労力、そして費用、いろんな面でね、コストがかかりすぎるなって思ったんで、結果断念して、僕がね、もうコスパ最強だと思うこのカフェ板を使ってセイタ作ってみました。いや、ほんとね、僕自身カフェ板がね、大好きなんですよ。カフェ板はね、集成材とは違って、無垢板なんで、自然なね、木の木目、風合いが出る素晴らしい材でありながら、そんなに高くないんですよね。いや、本当にカフェ板はいいですよ。
ほんで今回の僕のこだわりポイントとしては、この腰壁と上の漆喰壁のこの対比。このね、腰壁が低すぎてもあかんし、逆に高すぎてもおかしいし、本当に絶妙な塩梅になったんちゃうかなと個人的には思ってます。ほんであとね、この上に、幅12センチの台を作ったことによって、こんな感じでね、物が置けるんですよ。この一面端から端まで。めっちゃいいんじゃない？で、あともう一つの細かいこだわりポイントとしては、ここね。ここが、地味にね、これ、2センチ立ち上がってるんですよ。だからこの天板がね、ちょっとポッケみたいになってて、物を置いた時に収まりが良くて、こう、落ちてきにくいっていう、ちょっとそういったね、こだわりポイントがあります。まあなかなか満足のいくベッドの正板ができたんですけど、ちょっとね、一つ肝心なこと忘れてまして、それがね、塗装段階でニスも塗っとかなあかんかった。ニス塗るの忘れとった。まあこれはベッドの正板なんで、一応ね、家具なんですよ。で、家具は汚れとか傷を防止するためにも、表面にニスを塗ってね、保護膜を貼る必要があるんですよ。いやもうなんか部屋の家具とか作るのがもう久しぶりすぎて、そういうこともすっかり忘れてましたね。もうニスはね、すでにこんな感じで買ってるんで、後からね、ニス塗りたいと思います。まあ何はともあれ、ベッドの正体自体はね、満足のいくものができてよかったなと思います。いやー、この2階寝室もね、着々と内装進んでおります。まあ次週も引き続き頑張っていきたいと思いますので、応援していただけると嬉しいです。はい。とまあこんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。